赤滝葉月の異世界転移者異世界を語る。皆さんこんにちは。始まりました赤滝葉月の異世界転移者異世界を語る。この動画では異世界転移者でありながら異世界ものの作品が大好きな私赤滝葉月が独断と偏見で選んだおすすめの異世界作品をご紹介していきます。ということで今回は記念すべき第1回、少し緊張しながらのスタートにはなっていますが頑張っていきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速ですが、今回ご紹介する作品の発表をしていきたいと思います。今回紹介するのはこちら、天聖貴族の異世界冒険録、次長を知らない神々の使徒。さあ、ということでまずはストーリーを簡単にご紹介していきます。幼なじみの妹を通り魔からかばい死んでしまった主人公の椎名和也は、カイン・フォン・シルフォードという上級貴族の三男として異世界に転生しました。5歳になり洗礼を受ける際に次長を忘れていた神様たちから異常な数の加護を受け、デタラメなステータスになったカイン。なんとか周りには気づかれないようにしようとするも、その驚異的な力は隠しきれなくなっていき、様々な事件に巻き込まれていきます。以上、ここまでが簡単なストーリーの紹介でした。さあ、次は僕が実際に読んだ感想をお話ししていきたいなと思います。僕はこの作品を漫画から読み始めたんですけれども、主人公のカインが何かを起こすたびに周りの大人たちがとても驚くんですが、その姿がとても面白くてハマりました。ここは転移無双系の作品の見どころの一つでもあるんじゃないかなと思っています。例えばなんですけれども、悪徳な貴族のお屋敷を魔法で真っ二つにしてみたりだとか、自分の統治する領地に国よりも大きなお城をね建ててみたりだとか、本当にやることが規格外です。それが見ててとってもスカッとするんですよね。実はこの主人公のカイン自身はやりすぎないようにと気をつけているんですけれども、自覚がないままどうしてもやりすぎてしまい、それを見た周りがすごく驚きます。それがもう本当に驚きっぷりが最高ですよね。そして何かやらかすたびに国王様から呼び出されて問い詰められるカイン。これは少し不憫にも思ってしまいますが、クスッと笑ってしまったりもします。ただそんなねカインなんですけれども、もちろん主人公なのでとってもかっこいいところもたくさんあります。仲間やヒロインのピンチには颯爽と駆けつけ戦う姿はまさに主人公です。圧倒的な力で一掃してしまうことも多いんですけどね。ただそんな姿は本来10歳くらいの男の子であるということを忘れてしまうくらい本当にかっこいいです。そのくらい周りとの力の差があるにもかかわらず、その力を私利私欲には使わず誰かのために使う、その誠実さと謙虚さ、これが主人公カインの魅力なんだなと思っています。また漫画では当然キャラクターのイラストもあるわけなんですけれども、今回は転生の作品なので主人公は先ほども話した通り10歳くらいの子供が主人公です。なので登場するヒロインも同年齢の10歳くらいの女の子が登場します。作品のスタートに登場するのは2人いるんですけれども、それがどちらもすっごく可愛い。これもこの作品の魅力の一つなのかなと思います。清楚なお姫様と少しやんちゃで元気なお嬢様、全く属性の違う2人なんですけれども、元から親友の2人でカインを取り合うのではなく、そこはさすが一夫多妻が浸透している作品だけあってか、3人仲良くデートしたりしています。そういう描写をね見ると少し心が温かくなるというかね、ほんわかしますよね。ただそれからヒロインこれからも増えていくんですけれども、そこに関しては、否定はしないものの少し嫉妬したり怒ったりする部分もあります。またこれも可愛い。そして、もちろんその2人以外のヒロインもとてもバラエティに富んでいます。聖女様だったり騎士団長だったり魔族まで本当に魅力的な人たちばかりです。ちなみに言うと僕の現在の一押しは騎士団長ですかね。本当結構明るくてまっすぐな性格の女性なんですけれども、そこがお気に入りのポイントなんじゃないかなと思います。
ただちょっとね、出番が少なめというものが残念なポイントですね。詳しくはぜひ本編でチェックしてみてください。きっと皆さんにもお気に入りのキャラクターができるのではないかと思います。さらにこの作品のストーリー的に内容が重くなりすぎず、それでいて軽すぎないというような感じのストーリー展開となっています。ですので個人的にはこういった異世界作品に触れたことがないような初心者の方、そういった方にもおすすめできる作品ではないのかなと感じています。もちろんシリアスな展開になっていくストーリーもあるのですが、だからといっていわゆるうつ展開ですよね。そんな展開にはならずにしっかりと主人公が解決してくれるという感じになっているので、本当に初心者の方ぜひとも読んでいただけたらなと思っている作品になります。僕自身もとても楽しんで読むことができたので本当におすすめです。ということで以上が僕の感想でした。少しでも魅力が伝わったでしょうか。さあということでお送りしてきました赤滝葉月の異世界転移者異世界を語る、そろそろエンディングのお時間です。今回は天聖貴族の異世界冒険録、次長を知らない神々の使徒をご紹介してきましたがいかがだったでしょうか。概要欄に作品の情報を掲載しておきます。気になる方はぜひチェックしてみてください。そして感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。また僕赤滝葉月は毎週火曜日と日曜日の21時30分または22時からライブ配信も行っています。こちらにもぜひ遊びに来てください。また Twitter のフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということでここまでは赤滝葉月がお送りしました。ぜひ別の動画もご覧ください。それではまた会いましょう。バイバイ。